ちょうど今秋なので少し秋っぽいおしゃれな、若干ピンクベージュ系のカラーいってみたいと思います。すごいなんかいろいろやりたいことがありそうな感じですね。すごい痛いですよ。逆にこう美容師心くすぐられるよね。バッチリやってやろうみたいなレシピなんですけれども、根元の方はこちら、ネイキッドコーラルとネイキッドサンド。すごく変わりましたね。おしゃれになりました。すごく可愛いと思います。先日動画を見てくれてる視聴者の方からちくまさんの顔が見てみたいっていうふうに伺ったので、ちょっとマスク取ってみたいと思うんですけど、マスクを取るとマスクでした。はい、すいません。いやまだまだマスク大事な時期なんでまだ外せません。すいません。いつも見てくれてありがとうございます。今日のモデルはリカさんです。よろしくお願いします。お願いします。今日のモデルさんの髪の状態なんですけども、こんな感じです。だいぶ伸びてますね。根元がねもう10センチ15センチぐらいブリーチしてから伸びちゃっているような状態で、毛先は過去にブリーチして色がもう抜けちゃったようなこんな状態です。今日は、この状態をしっかりとこの辺も綺麗にブリーチをして、でちょうど今秋なので少し秋っぽいおしゃれな、若干ピンクベージュ系のカラーいってみたいと思います。はい、で最近ミルボンさんのアディクシーで新しい新色も出ているので、ちょっとそちらのカラーも使って、可愛くイメチェンしたいと思います。この動画をご覧になると普段サロンの中で使える、アイディアだったりとかイメチェンの参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今日どうしましょうか。すごいなんかいろいろやりたいことがありそうな感じですね。すごい痛いですよ。そうですね。まず今日カラー、じゃあちょっと伺おうかな。なんか事前に送ってもらった写真見てもらった写真見たら、結構なんかなんだろう、コーラル系なというかちょっとうっすらピンク系のベージュかな。はい。ですかね。それが楽しみです。まあ綺麗ですよね、秋っぽくてね。はい。じゃあまあここもブリーチして全体綺麗に整えて、じゃあ色もじゃあちょっと秋っぽいおしゃれな色でいきます。はい。はい。お願いします。今日髪カットはどうします？カットは、ちょっとフラダンスをやってて、そそれのなんかここに大きいお団子をしないといけなくて、なるほどね。その関係ですごい伸ばしてるんですよね。じゃあ長さはあまり変えない感じ。はい。ただなんか下がすごい多分結構傷んでるので、傷んでるぐらいを切る感じ。なんか多分胸下ぐらいまで、もし切っていただいたら嬉しい。わかりました。じゃあまあメンテナンスというか、じゃあすごいここのね毛先のこのシャバシャバしちゃってるところは、多分こうカメラに映ってない。ここまでありますみたいな冗談ですけどね。じゃあ毛先の方ちょっと綺麗にするような感じで、基本じゃあ髪型はあまり変えないでいきましょうかね。はい。お願いします。まあでも一番はここのやっぱねカラーですね。全然変わると思うんで、綺麗な色がします。はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっと今日は毛先少し傷んでるところを切るぐらいなので、そのぐらいまで先にバッサリと粗切りしちゃいます。はい、じゃあ早速ブリーチしていきます。
今日は仕上がりは全体的に1回ブリーチをしてオンカラーするときに根元はちょっとシャドウルーツにするので、根元は地肌はつけないようにやります。で一番ここがやっぱりすごく抜けづらいので、ここをしっかり抜きたいんですけれども、使う薬はいつものミルボンのアリクシのハイブリーチと、ファイバープレックス、シュワルツコフのファイバープレックス併用して使っていきます。でリフト力あるのでここをしっかり抜きたいんですけども、ブリーチやっぱりできるだけパワー上げるために今日はこれ使います。ハイライトペーパーアイビリさんのですね、こちら使います。でこれでブリーチをしっかりと密着する面を増やしてリフト力上げるようにしていきます。はい、まずちょい反対面塗っといて、それからペーパーをかけます。でここに塗っていきます。こうなんか下にこう土台があってまな板がある状態なので、しっかりとこう中までブリーチ押し込んでこう塗りやすいですし、塗ったブリーチがブリーチって時間経つとちょっと防潤するんですけども、しっかりとここで密着面が増えるのでリフトがしやすくなります。で特にこのディバイディングラインのこの辺の間のところをしっかりと薬持ってあげてっていうコントロールもしやすいので、これ結構いいのでおすすめです。こんな感じで塗ります。でここにペーパーピタッと貼っておしまい。これをどんどん上までやっていきます。はい、じゃあリコ君一緒にやりましょう。髪の量がちょっと多くて、そうね。ね、大変ですよ強敵、ね。強敵だね。なんか逆にこう美容師心くすぐられるよね。バッチリやってやろうみたいな、なんかちょっとこう闘争心じゃないけど、なんか完璧にやりきってあげようって思うよね、こういう。でもこれきっとカラーしてブリーチすると髪の毛ちょっとほら細くなるというか柔らかくなる感じするから、ちょうどいいってなるよね。やったね。遅くなるんですか？ブリーチすると。そうだね、やっぱりほら根元のこの辺の張りよりもこの辺の方がほらちょっと若干髪の毛がくったりというかしんなりするじゃない。はい。確かに。でリカさん海外にいたんですか？海外に海外行こもう行ったというか、うんうん行ってない、行って行きました、行きました。住んでたの？大学は日本の大学だったんですけど、んうん1年間アメリカに行ってました。あ、そうなんだ。留学してっていうこと？そうです、そうです。そうなんだ。何じゃあ、うん日本語の他に英語と中国語も話せるの？そうです。すごいね。トリリンガルだね。中国語もあれです。大学で勉強してたので、ネイティブじゃないですけど。あ、そうなんだ。うんうんすごい、なんか何でも仕事できそうだね。いや。インターナショナルだな。シンガポールで美容師してた。うん、そうそう。なんかちょっと変わった働き方してて、毎月10日間はシンガポールで仕事して20日は日本で仕事してっていうのを毎月働かしてやって5年ぐらいずっと往復してたの。じゃあ日本にも住んでて？そうそう、日本にもお客さんがいてくれるから、日本のお客さんは自分が日本にいる時に20日間でやらせてもらって、すごい。10日間はシンガポールで美容師の仕事をしてっていう。本当ですか。まあでも今こんなご時世だからね、こんなことはもうできないけど。いいですね。そんな働き方があるんだ。そうだね、たまたまちょっとご縁があってね。きっかけは何ですか？シンガポールで働くきっかけはなんかもともとなんかこう作品作りすごい好きで、なんかモード系なスタイルとかちょっとファッション寄りなお仕事やったりとか、そういうことしてた時があって、作品っていうこと写真で自分のポートフォリオを作って、でその発信をしてたんだよね。それを見たそのシンガポールの会社の方が興味持ってくれて声をかけてくれたりとか、ただもともともうずっと原宿で20年以上美容師やってるので、お客さんもいるし、家族もいるんで
100% いくっていうのはちょっとできないですけど、はい10日だったらチャレンジしてみようかなっていうことでそれを了承してくれて、へえこんな感じになったって感じですかね。そうですか。でもなんかフライトとか毎回いや大変です結構ね7時間ぐらいかかるから結構かかりますね。大変だったけど慣れちゃったね。もうすごい本当ですか。こんだけ毎月毎月だったからもう、やっぱビューティーはね国境を越えるってね思ってますから一応これから全頭塗るときにブリーチの薬って混ぜた瞬間がやっぱりパワーが強いので、こうカップ2つ用意して前半と後半で分けて使い分けてしてます。なんかねこういうのもさ、なかなかやっぱ美容の技術ってカラーなんかはレシピがすごく参考になるけどさ、はい、やっぱ実際練習しないとなかなかうまくならないんだよね。でも最近やっぱりほら美容室の業界もいろいろ変わっていってるからね。どうですか？下の業界業界？はい、なんかコロナとか。いや影響あるよやっぱり。接客業だし、自分なんか都心でやってるから、だからやっぱり都心に行くのをちょっと控えようかななんていうそういうムードもあったしね。そんなこともね考えないで。なんかね、自分らの時代はなんて言っちゃったらあれだけど、やっぱり毎日ほらもう終電ぐらいまで毎日遅くまで練習したりとかっていうのが結構こういう業界ってね昔からみんなよくやってるけど、こういうのもだんだんほら変わっていかないといけないからね。動画でほらものを学んだりとか、なんかこう知ってもらうきっかけ、なんかやってみようかなっていうきっかけになったらいいなと思ってやってるから、すごいなんかほら美容師でもやっぱそういうオンラインで学ぶ環境ってちょっとずつ増えてきてるし、そういうことをやってくれてる会社もあるんだけどさ、いきなりその有料でなんかこう動画買ってみるまでモチベーションがない人たちもやっぱりいっぱいいるわけで。特に1回辞めちゃった人とかなんてさ、こういうの何か YouTube で見てね、少しでもちょっとなんか子昔やってたの経験あるし、また美容師やってみようかなってつながったらいいなって。あとなんかこうね、自分がイメチェンするときにさ、こういうのやってみたいと思ったりとかさ、そういう付けになれたらいいなと思っててね。じゃあ1回時間置きます。30分ぐらい分で。はい、お願いします。はい、これで今だいたい30分経ちました。おお、だいぶ抜けてきましたね。これで毛先の方のちょっと残留しているこの部分のカラーを、取ります。使う薬はシワラソーフのファイバーフレックスブリーチで、乳液が 3% です。で2倍です。でこれでサクッと毛先の残留している色を取ります。でまずペーパー取っちゃいます。どうですか？いい感じですか？いい感じです。すごい。いいですか？綺麗ですね。ありがとうございます。はい、ブリーチできました。これで今、栄養補給で CMC と、ケラチン入れております。なんか毛先の方やっぱり取りきれなかったアンダーが意外のにあったので、これにちゃんと対応してやりたいと思います。はい、それでは今度オンカラーしていきます。今日はちょっと先日ミルボンのアディクシーから新色出たネイキッドライン使ってみたいと思います。こちらです。はい、でネイキッドラインはブラウンフリー設計っていう形になっていて、赤みがないブラウンベースのカラーになっているカラーですね。で最近やっぱりすごいベージュのカラーとかちょっと透明感があるカラーすごい求められてるんですけども、赤みがあまり入ってないとか赤みがないブラウンの設計になってるので、すごいちょっとなんかこう透明感がある、ちょっとニュアンシーなカラーができるのが特徴です。で今日は秋でおしゃれの秋、ちょっと新色使ってみたいと思います。で、
レシピなんですけれども、根元の方はこちら、ネイキッドコーラルとネイキッドサンド、ネイキッドコーラルの9とネイキッドサンドの5、比率が1対1で 3% 等倍です。で根元、ちょっとシャドールーツにして、で思いのほか結構毛先の方に若干アンダーが少しあるので、中間部こちらは、ネイキッドコーラルの9単品でいきます。毛先の方ちょっと沈まないようにちょっと見ながらやっていきたいと思うので、ネイキッドコーラルの9とクリアの0番が2対1で 3% です。こんな感じのレシピになってます。狙うところ少し根元の方が少しシャドールーツで暗くなって、そこから色味が毛先の方にちょっとその透明感がある、ほんのり色味があるピンクやってみたいと思います。はい、いきます。中間部、ここからここまで塗ります。カットは今回はちょっと毛先きれいに整えるぐらいなので、メンテナンスのカットできます。アウトラインきれいに切り揃えます。自然なちょっとなんかこうナチュラルなラインにしたいので、自分が少しこう動きながら自然なこう丸いライン作っていきます。一度サイドでここの延長で1回切ります。Everything is not enough. Really hot by the ocean. Along those white hot sands. Where every sunrise is just for you. So come along and take my hand.大人気トラックオイル使います。ナンバー2です。
しっとりしっとり柔らかい。柔らかい。は髪色どうですか？髪色どうい。ですか？いいな。すごく変わりましたね。おしゃれになりました。すごく可愛いと思います。はい、お疲れ様でした。こんな感じで仕上がりました。いやー、めっちゃ可愛くなりましたね。超イメチェンしました。はい。はい。こんな横から見るとこんな感じです。なんか今日はアディクシーの新色の、ネイキッドライン使ってみたんですけども、なんかこう暖色のカラーなんだけど暖色すぎず綺麗な透明感があって、でもなんかほんのりとやっぱり色味があってすごいなんかおしゃれな感じになったと思います。ちょうどなんかこれからの季節にもぴったりなんじゃないかなと思います。カラーのレシピとかもし参考になるようでしたら、サロンワークの中でもぜひ参考にしてみてください。この動画が面白かったらグッド評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またチャンネルの中でイメチェンにチャレンジしてみたい方随時募集してますので、ぜひ概要欄の方からご応募ください。ではまた次の動画で会いましょう。またねー。